はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのは WE のですね P90 ガスブローバッグになります。もともとこの P90 知人が非常に好きでして、私も知人を通じて知った経緯があります。以前FN57 のレビューの時にも言いましたけれども、この57と弾薬が一緒というこの P90 ですね。この弾薬はですね、5.7×28mm というボディアーマーを貫通する威力がある銃になりますけれども、57を購入した時からですね、この銃にちょっと興味があってですね、チェックはしていました。そしてですね、WE からですねガス風呂で発売されたということもあったので、これは非常にちょっと購入したいというのもあったんですが、当初、金額が結構高くて、ちょっと見送っていたという経緯があります。WE の商品名はTA2015 というようになっています。色はですねブラックの他にもですねタンカラーモデルもあります。最近というかですねだいぶ価格も下がってきたので、今回ですねこのブルパップの PDW として、購入をしてしまいました。はい、持った印象になりますけれども、持ってみるとですね、意外と軽いですね。やはりほぼほぼ樹脂でできているというので、それが軽量化につながっていると思います。あと基本ですねこれ左右のモナカ構造なので、気になる時はですね、通常分解とかするとですね一部こうやって左右が開いてしまったりするところもあるので、そこはちょっと気になりました。あとですね、銃を構えるとですね非常に体にしっくりくる感じがします。これは人間工学に基づいた、デザインということもあって、そこは優れた点かなというふうに感じました。あとですねこの WE のモデルはですね無刻印ということで非常にシンプルというかですね、あっさりした外見というのが印象的でありました。はい、それではですね各部見ていきたいと思います。はい、フラッシュハイダーは先端が斜めにカットされています。こちらはですね金属のアルミ製だと思います。あとですね実同様にこの上部にですねリコイルを軽減するための4つのポートが開いています。はい、あとフラッシュハイダーの下にはですねこの芋ネジがあってですね、そちらを緩めればですね14mm 逆ネジが出てくる仕様になっています。はい、コッキングレバーはですね左右にあるアンビタイプになります。はい、フロント上部はですね東京マルイのようなですねドットサイト標準装備のタイプじゃなくてですね、こちらのですねレール仕様のですねP90TR トリプルレール、このちっちゃいものも含めてですね、3面のレールがついている形になっています。レール自体にもですねIR サイトはついています。はい、セレクターはですねトリガーの下のこちらですね、こちらで切り替える形になります。こちらちょっと見づらいですが、セーフティーとですね、あとは、1って書いてあるセミオート、あとは A と書いてあるフルオートが切り替えられるようになっています。はい、こちらがトリガーになります。トリガーはですね樹脂製になります。こちらですねトリガープルはですねセミオートの場合はですねかなり重いですね。ただフルオートになるとかなり、楽に感じました。はい、こちらグリップっていうんですかね、結構、曲線というかですねそちらで構成されているこのグリップ、これほとんど樹脂製になります。一見ですね構え方に悩みそうですけれども、先ほど言った通りですね意外にもスッと構えることはできます。はい、グリップの真下にはですね、これ実銃ですと、排気をするためのエジェクションポートがあります。これはですね左右両方から撃てる仕様の一つになっています。はい、マガジンキャッチはですねこちらとですねあと反対側にもある左右両方あるタイプになります。これ片方だけではマガジンは抜くことができません。はい、マガジンを外すとですねこちらチャンバー部分が見えるようになります。チャンバー付近ですねこちらがホップダイヤルになります。またあとここにですねガスのですねコネクターがあります。
ここでマガジン側からのガスを取り込むという風な仕様になっています。なのでマガジンを取り付ける際はですね結構適当にやってしまうとここを傷めたりするので、慎重にやる必要があるとのことです。あとですねここの部分ですね、これがボルトストップという風になっております。はい、こちらがマガジンになります。マガジンはですね実銃と同様にですね半透明のプラ製のカバーに覆われているという形状です。装弾数はですねこれも実銃と同様50発という風になっています。ここのですねここからですねガスを注入するような形状になっています。先ほどお見せした本体にですねガス注入するのはここから注入されるようになっています。はい、あとですねこのダミーカートンのですねシールっぽいもの、これ私のには、標準ではついてなかったですね。なので私はちょっと自作してプラの外装とですねあと実際のマガジンの間にですね今は、自分で挿入をしたように作っています。はい、このマガジンにはですね空打ちモードとあと通常のボルトストップ切り替えが可能です。今この状態ですと、空打ちモードになっています。でこれを上にこのように引き上げるとですねボルトストップがかかるという風になっています。はい、ストックというかですねここの内部にはいろいろな機構が入ってますが、この部分をですねここ見て分かるとですね多少滑らかにですねカットされていて非常に構えやすくなっているという風になっています。あとストックのですねストックの下部にはですねスリングホールがついています。はい、バットプレートは樹脂製になります。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは外しておきます。まずですねコッキングを一回します。そしてこのボタンを押してはい、この通り引き出します。はい、そうしますとですねこの通りボルトが取り出せます。で先ほどコッキングしたと思うんですけれどもコッキングしないとですねこのボルトなかなか抜けないと思うんですね。なのでコッキングした方がすぐに取れます。はい、ボルト自体はですねそれほど重くはないですかね。はい、ただですね注意点はですねこれなんですけど、ここがですね緩むんですね。なので、今のところネジロック剤で締めましたけれど、緩んでだんだん取れてきちゃう可能性があるのでここは、要注意になります。はい、あとですねこの先ほどのネジはスチール、ボルト自体はスチールじゃないですね。リコイルスプリングはスチール、ガイドもスチール、はい、ガイドもスチールになります。あとですね私の場合ここに N パスが入っているモデルなんですね。ただですねP90 の形状だとですねN パスの調整がですね、ここに本当はですね穴というかですねそこにピンとか差し込んでですね調整するんですけれども、これちょっと P90 だと意外とノズルが長いんですかね。調整が私はできませんでした。なので一旦全部ばらして調整する必要があります。ただですね一回ばらしてですねリコイル側の方にですねガス流入で増やしてみたんですけれど初速が1桁とかになってしまって今はですね、ノズル側の方にガスが流通するように設定をしています。はい、ここにですねインナーバレルがあります。でチャージングハンドルはこちらこういう感じでですね棒じゃなくてですね、板みたいな形状になっています。はい、トリガーバーはスチールですね。はい、あとこの中ですね。はい、先ほどここにガスが入ってきてここにもガスタンクだと思うんですね。ここにガスが溜まっているものをこちらで放出するという形状になっています。なので
マガジン挿してなくても発射できちゃうということもあって、ここに安全機構がついているというふうになっています。はい、あとですね、このバットプレートをですね、よいしょ、はい、この通り上に外すとですね、このレバーを上げながら引っ張り出すと、このようにですね、ハンマー一式が取り外すことができます。はい、こちらハンマーはスチールじゃないですね。バルブノッカーも違うと思います。ちょっとスチール部分があるかどうかちょっと不明な感じになります。はい、全体の感想になりますけれども、まずはですね、この複雑な P90 の形状をガス風呂でよくぞ発売してくれたというのが感想かなというふうに思います。ガスをですね、マガジンに注入して、それを本体側に注入してですね、本体から放出するというこの形状はですね、マガジンが挿入しづらいなどの弊害はありますけれども、この P90 をガス風呂化するための唯一の仕様なんじゃないかなというふうに思いました。残念ながら私の個体だけだと思いますけれども、まずですね、箱出しの状態ではですね、弾が出ないという状況になっていました。これは N パス自体の問題で、初速側にですね全て調整するということによって一旦解決しました。ただこれ、初速側に全て振り分けているので、これ以上調整はほとんどできないという結果になってしまいました。また今冬場なんですけれども、マガジンを温めないとですね、セミフルともにですねまともに撃てませんでした。鳴らし等も必要だったのかもしれませんが、ガス風呂全体にはですね冬場きついというのはあるんですけれども、私が今まで打ってきた中でですね、この P90 は非常に厳しかったかなというふうに感じます。P90 はマガジンをですね、プラスチック製なのでなかなか温めづらいというのも一つありますが、先ほど申し上げた本体側にもですねガスタンクがあって、非常に本体側も温めマガジン側も温めるということをしないと、この冬場ではですね、なかなか打てなかったというのが感想です。そういう意味ではですね、内部のスプリング系もですね、交換する必要もあるのかなというふうには感じました。あと、見た目は無刻印というシンプルな構造になっています。これはもう致し方ないかなというふうに感じます。ただですね、通常分解などはですね、非常に簡単でメンテしやすいというふうにも感じました。個体かもしれませんが、箱出しではちょっと非常に厳しい状態だったので、ガス風呂を初めて買う方にはですね、あんまり向いてない銃なのかなというふうには感じます。ただですね、P90 唯一のですねガス風呂がこのウィーテックから出てますので、そういう意味では貴重な銃なのかなというふうに感じました。見た目、今のところですね何もカスタムしてないので、今後ですね外観のカスタムをまずやっていきたいなというふうに思っています。現在パーツを集めていてですね、またカスタムを実施した後ですね動画に上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。